れ隣の弦にこの1の指がですね、これが触っちゃってるとこうやって避けるっていうことです。あえてこの指は4弦に。こんにちは、ギターの上谷です。今回は左の押さえ方、特に隣の弦に触っちゃダメなのっていうことについてお話ししたいと思います。これはコメント欄でも書かれている方いらっしゃいましたし、レッスンでもよく話題になるポイントなので、その点について特にお話しします。左の押さえ方については以前も解説動画を作っているので、そちらも見ていただければと思いますが、その中でもC のコードですね、 C のコードの押さえ方を使って解説しました。で、こういう3の指と1の指だけ押さえる、そういう形の C のコードですね。で、この時にこの1弦がちゃんと鳴るかどうか。で、これ隣の弦にこの1の指がですね、これが触っちゃってるとこんな感じになっちゃったり、今ちょっとわざとびりつくように触ってるんでノイズが出ちゃってますよね。あるいは今はこれがね、全部鳴ってない形、こういう形になっちゃってます。ちゃんと鳴ればこんな感じで、こうやって隣の弦に触っちゃう、これがね、結構よくある悩みというかね、気になるポイント。どうやれば触らなくなるんだろうっていうことなんですけど、でよくある悪い例がこういう感じですね。今触っちゃってます、完全に。で、じゃあこれ触っちゃってる、まずい、触らないようにしようって言って、こういうふうに手首を前に出して、指をこう高く上げるっていうんですかね、そういう形で避ける。そうすると一応1弦は鳴ってます。ただちょっとね、そもそもこの押さえが少し甘くなるんですね。指が浮いてきちゃう。で、あとは次の動きがやりにくい。だいたいあんまり手首が前に出過ぎてると非常に不安定になって次の動きもやりにくいっていう、そういう問題点があります。でも隣の弦に触っちゃうし、じゃあどうしたらいいのっていうことなんですけど、そういう場合、今こういうふうになっちゃってる。これはこうやって避けるんじゃなくて、指を曲げてくる、こうやって避けるっていうことです。で、こうなってるものをこうやる。特に何がポイントかっていうと、この第一関節をね、よく曲げる、それがポイントになります。こんな感じですね。こうやって隣の弦に触るのを避けるっていうことです。で、例えばソルのエチュードでこんな曲があります。この曲、ここはね、むしろ別に触っちゃっていいんですけど、次ここですね。さっきのコードでは4弦使ってなかったんですけど、ここでは4弦使って隣の3弦が開放なので触っちゃいやすいんですね。そもそも隣の弦に触っちゃうっていうのは、隣の弦が開放の場合に触りやすいですよね。押さえてればね、高さが下がってるのでそんな触らないんですけど、開放弦だと触っちゃいやすいっていうことですね。それがここにありますよね。で、これもこういう感じでちょっと指が伸びた押さえ方してると、ね、今ちょっと極端にやってますけど、こういうふうにビリついちゃったり、ちゃんと出なかったりするんですね。で、これもこうやって避けるんじゃなくて、こう曲げてくるっていうことですね。こうなってる。これをこう第一関節を特に意識して曲げてくればちゃんとなるっていうことです。隣の弦に触らないようにするためには、第一関節をよく曲げるっていうことが大事だっていうことですね。第一関節をよく曲げる練習法としておすすめなのは半音階ですかね。
弾く時でもなるべくあんまりこういうふうにね、こうあんまり伸びちゃわないように、特に1の指ね、こういうふうに伸びちゃわないように、少しでも第一関節をね曲げるように意識すると、隣の弦が触りにくいですよね。ここ伸ばしちゃうとここに触っちゃうので、こうやってここですね、ここがよく曲がるように意識するっていうことですね。曲げるっていう意味では高音弦の方がね割と意識しやすいですけど、これだけでもいいですよね。これだけでもいいので、こういうふうに伸びた状態で押さえない。第一関節をよく曲げる。だいたい第一関節曲げると第二関節もだいたい一緒に曲がってると思うので、第一関節を特に意識するといいと思います。で、あと最初に隣の弦を触っちゃダメなのって言ったんですけども、そういう言い方をしたのは、ダメじゃない場合もあるっていうことなんですね。で、例えばさっき弾いたソルのエチュードなんですけど、こんな風に前半ね続くんですけども、今弾いた途中ここですね、ここのところはあえてこの指は4弦に触ってます。それは何でかっていうと、このレの音、このレの音ですね、これをこの次のドの音を弾くときに消したいんですね、できれば。なので割と自然に触っちゃう人も多いかなと思いますけど、いつも隣の弦に触っちゃダメなわけではないっていうことなんですね。で、今あえて触るようにして消音してますし、であと隣の弦別に使わない場合は触っててもいいわけですよね。隣の弦が鳴ってたり次に弾いたりする場合は隣の弦に触ってたら、さっき見たみたいに鳴らなかったりビリついたりして問題があるので触っちゃダメなわけですけども、特にそうじゃない場合は触っててもいいわけです。で、今みたいにこれわざと触って消音します。そういう意味では触ったり触らなかったりコントロールできるようになるっていうのが目標です。いつも触らない、隣の弦に触っちゃダメっていうわけではないっていうことなんですね。なので最初に触っちゃダメなのっていう言い方をしたのは、絶対ダメなわけじゃないっていうことですね。で、実際この最初のね C のコード、今1弦になってます。で、今わざと触りました。だからビリついています。もっと触ればほとんどミュートされてますね。この触り加減も多少変えられます。でも正面からこの指を見たときにそんなに大きくは動かしてないんですね。今ちょっとビリついてますね。で、今ちゃんと鳴ってます。ちょっとビリついて、これでほぼミュートです。これを鳴らすためにこんなに上げて、今度ミュートしようと思ったらここまでしてっていうような、あんまり大きな動きでやるんじゃなく、ほとんど正面から見たらわからないぐらいの小さな動きでコントロールする。右手も左手もどっちもそうですけど、特に左手の動きっていうのはあんまり大げさな動きをしないで小さな動きを組み合わせるっていうのが目安になるかなと思います。
あんまりバタバタ大きく動かさないっていうことですね。そんなわけで今回は左手の押さえ方について、特に隣の弦に触っちゃダメなのっていう点についてお話ししました。いつものようにコメント欄の方にご意見、ご感想、ご要望などお書きいただければと思います。よろしくお願いします。ではまた皆さん、楽しいギターライフを。